どうも、ベトナム在住の浮津です。ベトナムの方もね、旧正月終わったので、またこの作業ね、やっていきたいと思います。今日はまずね、このフロント周り、組み立てていきたいんですけども、その前にちょっとこいつですよ。これね、新品じゃないんで、そんなに古くないんですけどね、とりあえずオイルだけ通しておきたいと思います。このケーブルにねオイル通すの、結局このやり方がね一番確実な気がします。じゃあ組み立てていきますかね。まずはこいつですね。これ前も言いましたようにね、本来はスライド式だったんですけれども、この巻き取りタイプのね、このタイプに書いてあります。これで横着しちゃいけんね。ちゃんと上開けます。次はね、こっち側行きます。よし、入った。これグリップ取れ楽なんですけどね、このね細いグリップがねベトナムで手に入らないからね取れないんですよ。これここ閉じちゃったんですけどね、ウインカー通すの忘れてました。ここもまずはここね、ウインカーのボディアースになってるんで、被覆をねちゃんと剥いでおきます。被覆じゃないや、塗装ね。錆止めにねラバーグリス塗っとくかな。こっち側がオレンジのはずなんだよね。通るのかな、はずなんだよねってちゃんと配線図持ってきてるから、配線図というかマニュアル見ておこう。こうなって空色でオレンジね。違う違う、これが先じゃん。もうこれ向きがあるんだよね。高い方と低い方か。こっち側さて、もう一回ハンドル取らんとダメかな。1本ぐらいいってほしいけどな。
ちなみにね、本来ここにゴムのリングがあるはずなんですが、コピー部品ではねそんなのはついてないし手にも入らないんで防水ができてないんですけどね、このまんまです。 OK、 とりあえず固定、配線か。これでヘッドライトとポジションだけだから問題ないよね。余ってるのもないし、ヘッドライトはね、これまだメーターつけてないんですよ。上映ってんのかな。ここね、メーターの線が中にあるんだけども、メーターちょっと問題があるんでね、それはまた今度やるんで、とりあえずこのブレーキワイヤーつなぐかな。あ、ちゃんとね、下側から一滴だけだけどオイルが落ちてました。だから OK。 これで一回下げるのか。でうわオイル下からたくさん出てきた。結局もう一回ハンドル外さなきゃダメなんじゃんさっき何を苦労したんや。これ取らんでいけるんだっけ。すぐに楽をしようとするが、いったちゃんと取ろうね。楽はやめよう。これでね、いいんじゃないかい。さあ、とりあえずこれでハンドル固定やね。ここははまってるよね。OK。よいしょ。今日フロントはこれだけでいいかな。今日最後にね、もう一回ちょっと鍵穴のとこの確認だけします。先日からねうまくいってないここの問題をもう一回ねちょっと確認していきたいと思います。でこれね、なんせ前にも言ったようにフレームをねいろいろ直してもらってるんですが、こいつもね後からつけてもらってたはずなんですよ。それとこの鍵穴ね、多分レッグシールドの下についてた気がするんですよね。ちょっと覚えてないんですが、それでこれだ。これをねちょっと旧正月の間ネットで見てたんですけども、形を見る限りねこんなに鍵穴下じゃないんですよ。ってことはね、ちょっとこれをねもうこういう風に曲げちゃおうと思うんですよ。ここをねと曲げて、これじゃやりすぎ。こうすればね中がボックスとして使えないけどかなり上に上がってくるはず。まずその前に上だ。ここに穴があって、これぐらいなら許容範囲なんだよ
よね。もしこれでいければ、ここをちょっとだけ削って、この穴を少しこっちに移動なんだろうな。穴だけでもいいのか。こうやってここを曲げたから、もうなんかね、傷だらけです。こうしてちょっと下を曲げすぎたんだけども、案がいいところに来たんですよ。だからこれは穴だけ変えようかな。こっちあんまいじんない方がいいよね。この穴をねちょっと削って固定できるようにしたいと思います。旧正月明け、今日はねまだこれぐらいの作業にして、今日はこれで終わりにしたいと思います。それではまた。